お願いします。お願いします。
落ちた。もう一回。ありがとうございます。はい。こっちで起き上がるから、ちゃんとされるんだろ。はい。もっとこうやって。はい。背中丸くしとけよ。はい。そしたら。ありがとうございました。ぶつかる準備しなきゃ。ぶつかる準備しなさい。はい。はい。
頭で一つ当たるんで、間空いたら、こう、手伸ばし、当たって手伸ばし。背中丸く背中。はい。そっくり変わるからこれ落ちちゃうんだよ。頭意識しとかないと丸く。肘を前。はい。こうなってるからもう落ちるんだよ。はい。前で。はい。よいしょ。ミノル上がってきたよ。大ちゃんまだ。今日はもういろんなとこ使うっすよ。外も使うの。あ、本当。揚げ物はやる？はい。揚げ物やる？やんないっすよ。揚げ物やる？炒め物か。麻婆と、ホイコーローと、おお。卵焼き。おお。配信みたいな。そうそう。ターグが多いよ。芋って何する？具体的に。4、5分で股割りして、あと子供たちと相撲を取る。ああ。芋って簡単に言うとまあイベントみたいな感じ？そうそうそう。ああ。メンバーってどうやって決まるんだ？芋は。ゆうつさんだ。あ、ゆうさんか。
キャンプ飯っぽくて大量に使います。使いましょう。ここ暑いんだよ。暑いね。しばっちが来る前に片そうと思ったのに。なんでだなんでだよ。疲れたはい。もうお疲れです。ね。今日はもう部屋でのんびりします。さあ。すごい。まあ正直言ってめちゃくちゃな量作ってるよ。すごいねこれ。はい。はい。ラストにもう一回しましょう。もう朝っていうと全然暑いね。暑いところじゃないですね。でどうしよう。はい、ホイコーロー完成です。完成です。すごいね。すごい量。てかマジで急ピッチで作ってるんだ俺。じゃあ次はしばっちにいや僕は無理です。やってもらいましょうかね。
大丈夫ですよ。こんだけずっと来てるなら鍋挑戦なので塩ちゃんこはよく作る。あ、もうあれですか、買わずにあ、買わずに岡本さんの味付けしてるんですか。そうレシピで。でもなかなか難しい、やっぱりあの味は出ないですね。あれっすよ、ちゃんとしたあれ出そうと思うなら一般家庭ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃい。だから野菜結構ちょっとしっかり煮込んだ方が。ああ、長めに。そうっす。あ、そうなんだ。で白菜を本当に一番最後、え、そうなの？俺はあえてやってるっすけど、順番あるっすよ、ちゃんあ、そうと。なんだ。肉味付けるじゃないですか、味付けてから肉入れてちょっと火通してから大根人参を先に入れて、でちょっと煮込んで、でそっから玉ねぎ入れてまたちょっと煮込んでからのきのこを入れて、でキャベツ入れて、で最後に白菜入れて、で仕上がる前ぐらいに青野菜、ニラとかほうれん草やらああいうの一番最後に。そういう順番があるんだ。あるっすよ。じゃないとちゃんと味出ないですよ、ね。知らなかった。俺らはああいうでかいので作るからガー煮込むからいいですけど、ね、一般家庭は順番を大事にした方がいいんだ。そうそうそう、絶対にそういうあれしないと、だから逆に海鮮系になったら真逆っすね。肉先に入れるじゃないですか。海鮮系は逆に最後っす。じゃないと煮込みすぎたらバラバラになっちゃうんで。なるほどね。何をやってんねん厚揚げ豆腐で麻婆豆腐。さあ正直な感想です。はい。合うのでしょうか。わかんないです。それ差し入れの麻婆豆腐だよね。はい。でもこのタイプ使うのマジで久しぶりかもしれないです。まあ、絶対手作りするもんね。いや、親方に手作りでと言われてからもうずっと手作りなんですよ。そうなんだ。今まで買ってたんですよ。でも俺これもう1年以上買ってないと思う。すごいね。1年2年そんぐらいです。麻婆豆腐だと大変じゃん、作るの。大変ですね。マジでそんぐらい買ってないです。へえ。じゃあ割とうちの部屋はレトルトはあんまり使わないんだね。でもレトルトの方がうまいんですよ。思わないですか。いや、ちゃんこ町の麻婆豆腐めっちゃうまいけどマジで。どちらかというと味噌やら何やらの風味を、厚揚げ麻婆なんてやんねえぞ。あ、片栗粉。はい。一回周り消す。あ、でも止めたらすごい。あ、でもあれっすね。この麻婆のこの匂いって、今も分かったっす。多分これタレじゃなくてこっちのああ、そうこっちかも匂い。これ入れたらすっごいなんか匂い変わったっす。本当。マジで大阪マジですごいと思う。暑いんです。暑いんです。暑い。近すぎるじゃん。歩いてるもんね。回しつけて2人で解決っす。帯真ん中やらない。久しぶりだ。いや、親方は緊張したからいやないよ。だって贅肉じゃないの。贅肉だったらあれかよ。なんか足りないんだけど。あれ絞れるとこは絞った方がいい。何が足りない。違う違う。映ってないじゃん。
お茶を仕事しない。これ誰のことなの？送られてる。大阪市なんだ。オイスパー絶対いいんで。まあ、じゃあ、はい、これだ。辛いね。結構辛いです。石梅だ。新生橋が一番近いんじゃない？なあ。新生橋ちょっと電話してみようか。いやそれ好きです。TikTok で開けてるから大丈夫なのかなと。あれ証言。これは使えない。最近？うん最近。電話してる。やっぱ塩ちゃんこはこれおかちゃん。今日お母ち塩ちゃんこはちょっと自信があるっすね。あーやっぱり多分。ゃん。やっぱ違う。おばちゃんに感謝を。ちゃんこちょ何時からちゃんこしてるんですか。9時10分ぐらいからやってる。なんで9時まで何やってるんですか。確かに。その時間何やってるの。なんかあれですメニュー考えてる話を考えて岡本さん。そりゃそうだよ。サボってるわけじゃない。座って寝てるとかありえないです。カフェオレ飲んでる。ここだけの話。ちゃんこ長毎晩。コンビニでカフェオレ買って飲んでる。うわぁ、ここだけの情報だ。言っちゃダメです。言っちゃダメなんです。これあんまりよくない。あんまりよくない。ごめんなさい失礼しました。でそれを俺がたまに言うんすよ。カフェオレでしょみたいな。したらめっちゃ照れる。じゃあ匠。ルイジです。来る？あの僕まだ終わってない。それごっちゃんです。これ宝地図。宝チーズ。宝の地図。知り合いの人が作ってくれたんで。かわいい。カツ何枚持ってんの？最近多すぎて。違うね。かけてこんな。さすがね。それを全部大阪に持ってきた？持ってきてないです。行ってみてえな。多すぎる。 3年前だけです。メンセも結構多い印象あるけど、そんなことない。新しいの待ってます。あ、新しい浴衣持ってます。いやないっすね。俺あんまないっすよ。大体同じの着てるっす。大阪に何着持ってきた4ぐらい。本場所で 3着着るんですよ。あ、そうなんだ。5日間交代ぐらいで。本場所で3着をこうクリーニングしてそのサイクルが3つを回すと。15日間あるから5日間5日間5日そういう間。ことね。はい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 。自分は大体ずっとそうやってるっすね。やっぱりずっと同じの着たら汚れちゃうんで。なるほどなるほで予備でもう1着。
翔馬くんの浴衣とかよりもさ面積の方が全然高い。もうそれはもうお高いですよ。こんな色使ってるちなみに高いじゃないですか。それいくら？リアルに。いやでも作ってもらったんでわかんないです。そういうもんなんだ。浴衣って。でも大体一着自分とかで作るときは生地と多分仕立て代で3万4万ぐらい。絶対持ったろお前。それは持ってる。生地によると思うんですけど、仕立て代が1万。浴衣はないでしょ。着物で。この前作ったやつ着物だったっすね、それは。で3万。3万ぐらいです。これやばい。 1万7、8000円ぐらいじゃないですか。俺だって自分新弟子の頃とか、もう冷蔵庫あさってこう休みの日とかこうちょっと飯炊いたりして作ってこう食ってたんですよ。今はもうそんな人いないじゃないですか。今みんなもう買い物行ったりご飯屋さん行くじゃないですか。じゃあ昔はもっとこの冷凍庫とか冷蔵庫の取り合いだった感じ？取り合いっていうかなんか肉とかあるじゃないですか、はいはいはい差し入れとかで、だからそこで作って食べる。で兄弟子が作ってくれて洗い物は自分するんでとか、はいはいはい。なるほどなるほど。で逆に茨城の時は夜ちゃんこは大体やってた。いやもう毎日あ、そうなんだ。東京に引っ越してきてから夜はあんまやらなくなったね。作らないことなかったっすよ、休みの日以外は。ちょっとキムチいきます。キムチちょっと。はい。キムチうまいです。それ辛くないやつ？これちょっと辛いですけど、ちょい辛いけどうまいです。これでも辛いの苦手なんですけど最近、こう頑張って食べるようにしてるんですよ。なんかちょっとずつ慣れてきてるんですけど、やっぱそういうもんなんですかね。どうなんですか。辛いの好きな人はもう元から辛いの強いですか。慣れていくんじゃない？味覚が。辛いの強い。自分もそんな得意じゃないです。蒙古タンメンのカップラーメンで鍛えてます。あ、鍛えれるんだ。あれ食ってたら食えるようになったです。あれ食えないもんこあ、マジですか。れ。なんか気持ち悪くなるないですか。辛いの食ったら俺。なるんですよね。激辛なものをちょっとでも口に入れたら次のご飯も全部辛くなる。あ、まあそれは確かに。気持ち悪くなって。ちょっと熱いの飲めないですよね、スープとか。誰今起きろうとしてる。お昼ね。カツと。カツとか。サラダがもラーメンもうまい。白さうまい。焼きそばもどこ？手羽先はニューライト。ニューライト。昔トンネルズのおかげでしたあるじゃないですか。皆さんおかげでした。北ナシュランってああ、はい番組やってて、はい。あれに出てたっすよ。社員とかすごいですよ。あ、そうなんだ。地方のそういう行きつけの店回りたいね。近くに中華屋もあるしね。えらいけんだっけ。何でさっきからなんで何みんな洗濯なんだろう。洗濯この時間なんだ。世界デビュー。大地とかショーマとかいないと静かや。はい、います。次いきます。いいね。次いきます。そういう時もいいね。たまにはこう飯に集中したいですね。ね、確かにたまには。ガヤガヤしないな。
どこ行った悲しいイベントレモンか慰問らしいですね。2人ともレモンじゃないですか。ミノルもミノル大中小も先生ここいます。あれ俺死んでる？部屋の違うあれ部屋のなんかなんで浮いてんのさすがさすがお兄ちゃん。ちょ待てよ怖い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 なんか大阪ってやっぱ出んじゃないやっぱ出るんだ。今しばかれてる今トートル見てたよ今バッチリだったりとかしたかな。まあ心当たりいっぱいあるし心当たりしかないですよ。数えてみれば。気づいてもらえない。いないから言うけどさ小馬って鬱陶しかったよなどしかった。成仏もできないし。こんなの面白いと思ってるもんな20年間鬱陶しかったです。長かったね付き合い。こいつだけは道連れして。おおあ急に苦しくなってきたこいつだけは道連れにしてやる。恨みがすごいね多分相当今いますよこの辺に多分。なんか臭いっすもん。あなんか苦しづらい仲良かったの兄弟ってあんまあんまでした。でも大喧嘩はそんなないんじゃない？ある。いやひどかったっす。あ、ひどかった。めっちゃひどかったっす。どっちが悪い大体勝負っす。今いないから言うんですけど、大体勝負。大体ヒロス。あいつから始まるんですよ。一番やばい喧嘩何歳うわ。いやでもでも小学生の時は夜バスあれば喧嘩してて。毎日喧嘩だったっす。目が色目が合えば喧嘩だったっす。ブレイキングダウンかと思ったっす。試合決定。お父さん実際していやでもいないいや本当にね。妹も3兄弟あ、三兄弟。あ、そうかそうか。カズとはあんま喧嘩がしなかった。絶対喧嘩したことないガムライス。すごいね全部今も仲いい今もそうあれカズと上下？上にいるんじゃん上あ上に上にいるお兄ちゃんがいますお兄ちゃんか。お兄ちゃんですヒロって長男だっけ長男ですね、長男でよかったまあ長男でよかったっすね。直樹さん全員いますからね。確かあ、そっか。お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、最強じゃんどう楽しい楽しかったっすね楽しそうだもんな仲いいもんね。そう弟とかね妹とかいたら面白そうやどう面白いマジで思んないっす。すぐ母親に焚きつけられるし。やっぱりあれ兄ちゃんが悪くなる何でもやっぱそうですね。それはあるそうね。実際兄ちゃん全部悪いんですけなんか一個なんか言ったっすか。俺なんてでもなんか兄弟力士結構憧れああ。確かに特殊っちゃ特殊ですもんね。あんまりいないですもんね。兄弟で強いとかさかっこいいなと思わないかっこいいっすね確かに。兄弟関取ってすごいことですね。かっこいいなと思うでもさ兄弟関取憧れるけど自分がお兄ちゃんは嫌だななるほどね。なんか嫌じゃないプレッシャー。選べられますもんね。で入門先ずっと言われてたさ、ヒロは上がれない、ショーも明日が上がるって。おうそう誰が言ってたいやみんな言われたっす。特決カズレアのお相撲さんにも。これは元資格者だぞお前。元。カズマって男いないんだっいないっす。け一番下一
一番下ですね。楽しい。まあ楽しかったですね。でももう男兄弟欲しかったですけど、でも今考えたら別にお姉ちゃんでよかったですね。優しいお姉ちゃん。お姉ちゃん優しいですね。なんかそこだよね。優しいんですけど、優しさがゆえに嫌なこととかちょっとやったんですけど、例えばなんかまあ宿題とか教えてほしくて、お姉ちゃん頭いいんで宿題聞くんですけど、答えは絶対教えてくれないんですよ。自分のためにこう解き方しか教えてくれなくて、そういうのちょっと嫌だったですね。答えを教える優しさゆえにね。優しさがゆえに本当の優しさ。兄弟で勉強し合うとなんかいいっすよ。お兄ちゃん教えてくれなかった。バカだから教えてくれない。前も大変理解力ないながら言い方も。実際成績どっちが良かった？あ、こいつは頭いいです。あ、そうなんだ。それは認める。それは認める。ごめん。どういう性格ですか。でも入った時、入門してきた時に、まあ、ヒロはこんな感じなんですよ。ショーマンは全く違うですからね。もう無口で。違うんだ、キャラが。キャラ全然違う。優等生キャラで入ってきたんですよ。で俺はそこ気づいたんですよ。こいつ優等生じゃないって。見抜かれてたっす。自分びっくりしたっす。メスが一番最初気づいたっす。相馬のこいつは多分いじった方が面白いと思ったんですよ。すごい。なんか壁作ってたのね。めっちゃ透かしてたんですよね。そう。昔の春来だったね。緊張してたんですよ。だからパーティーとかがあっても絶対カラオケとか歌わず端でなんかいや俺はいいからみたいなね。そうそうそう。だからその時一緒に入ってきた同期生とももう仲悪くて喧嘩してたよね。ここで殴り合いしてたっす。マジ？直樹さんのカラーボックス壊しちゃったんですよ。で、みんな引くぐらい面接的にしょうもグイグイ言ってたじゃないですか。俺ら怖かったっすもん。なんか違ったよね、一人だけ。面接とか言って風呂場まで行ってなんかやってたじゃないですか。ああ、ちょっとヒヤヒヤするね。ヒヤヒヤした。めっちゃうまいっすよ。カットさんから差し入れ来ました。ありがとうございます。それちょっと行ってきますね。ありがとうございます。風邪もらっていいちご。やったな。美味しいじゃん。麻婆豆腐うまいっすね。美味しい？打ち解けたらもう出なくなったよね。前の勝負がほなくね。自分まあもともとね。逆に静かにしてるの難しいですね。本当に静かったですからね。なんか静か話なんかある。いや俺なんか家族にあんま興味なかったんですよ。だから家族でいるときに別に泣ける話。これ相当泣きますよ。なんか別になんかその息を超えてるっていうか、もう普通にだから別に無理して無理して別に何もしなくていいじゃないですか。無でいいんですよ。まあ人がいたらなんか楽しくなっちゃうですね。じゃあでもなんか家族とあんま関わらなかったでしょ。そうっす。家族でだから自分寮生活してる時同級生とかはめっちゃ楽しかったですけどね。家じゃずっと静かです。ゲームして。家はなんか別にあんま興味がなかったです。ゲームとかに。家族でカラオケ。だからあれらしいですよ。このショーマになって家帰ったら急に騒ぎ出すじゃないですか。だから家族がびっくりしたらしい。お母さんにもびっくりされた。そうなんだ。これショーマみたいななってたらしいです。変わっちゃったっすよ。変わったんだ。まあいい意味でね。いい意味でね。明るくなったってことね。いいことだよ。カラオケも全然歌わないでしょ？カラオケ家族で行った時一回も歌ったことないです。ずっとパズドラやってたんです。ヒロ君は歌うけどね。そう一緒でもカラオケ大好きだったんです。僕今大嫌いです。え？カラオケ絶対行かないです。立浪の YouTube ご覧の皆さん、こんにちは、雪山みです。チャンネル登録はこちらから。皆さんまた見てね。